スーパーの惣菜や冷凍食品もっと美味しくならないかな。こう思ったことはありませんか？今回そこでおすすめしたいのがトースターのリベイク。これを行うことでべちゃっとした揚げ物がサクッとした食感に復活するんですよね。しかも油を使わずにヘルシーにです。パンを焼くだけじゃない。今回はそんなトースターの最新の進化具合と大手5社の特徴や評判を解説していきます。それではやっていきましょう。はじめにトースターの使い方について簡単に触れておきます。まずは当たり前ですが、パンを焼くこと。トースターだけではなく、グラタンやピザなど表面をパリッと焼きたい調理に向いています。オーブンレンジでも代用はできますが、食パンであればトースターは 2,3 分で焼き上がることもあり、時間短縮につながりますし、パンに特化していることもあり、単純に美味しいです。2つ目はリベイクです。スーパーなどで買ってきたパンや揚げ物などをトースターで焼き直し、焼きたて、揚げたての食感と香りを再現します。レンジで揚げ物を温めるとべちゃべちゃな食感になりますが、トースターで焼くとサクサク、カリカリになりますので、天と地ほどの差を感じるでしょう。揚げ物惣菜をレンジでチンして食べることが多い方は、悪いことは言いません。今すぐ試してみてほしいです。満足度も上がり、余分な油も落ち、ヘルシーです。個人的には美味しさも食感も満足度も見違えるほどでしたが、それのせいで食べ過ぎてしまうのでトータルマイナスでした。このようにトースターは焼くことに特化した調理家電で、焼き方にもメーカーのこだわりが詰まっており、多種多様。最近ではいろいろな料理にも対応し、パンが美味しいのは当然のこと、お米が炊けたり焼き芋が作れるモデルもあります。必ずしも必要というわけではありませんが、暮らしをちょっと格上げする調理ツール、それがトースターです。それでは大手5社、パナソニック、バルミューダ、日本 AIC、象印、ツインバードの比較をしていきましょう。まずは特徴、ヒーター構成、消費電力。こだわりが最も出る部分です。各社のパンの焼き方は多種多様ですが、一つ共通点があります。それはパン内部の水分を蒸発させないように焼き上げることです。貝モデルなどで用いられる赤鋭管ヒーターは近赤外線が多く、熱がパン内部に浸透し、水分を蒸発させてしまいます。そのため高級機になるほど表面を焼き上げる遠赤外線ヒーターを併用するケースが多いです。パナソニックの特徴は遠近トリプルヒーターとインテリジェント制御。パン内部の水分が蒸発する前に高火力で一気に焼き上げるタイプです。遠近トリプルヒーターは上下2本の遠赤外線ヒーターで食パン表面を素早くカリッと焼き上げます。さらに近赤外線ヒーターでより内側へ熱を伝え、外はサクッと、中はふんわり熱々の出来上がりにします。インテリジェント制御は焼くのが難しい厚切りも冷凍トーストもパンの状態を把握し、上手に焼き上げます。厚切りの場合は上が焦げやすくなるため、下ヒーターで加熱する時間を設け、裏もしっかり焼き上げます。中心まで温まりづらい冷凍トーストの場合も、最初に焦げない温度を一定に保ち、中を解凍。表面を焦がすことなく熱を中に伝えます。どうでもいい話ですが、シャチパンが中学生の頃によくいたヤマンバギャルは相当焦げていたと思います。次にバルミューダの特徴はスチームとサラマンダーモードです。水分を足しながら焼き上げるタイプです。トースター上部より 5cc の水を入れると、下部にあるボイラー専用ヒーターで加熱水蒸気となります。庫内にスチームを充満させることで、パンの表面に薄い水分の膜を形成させます。水分は空気よりも早く加熱することができるため、表面だけを素早く焼くことができ、外はカリカリ、中はもっちりふわふわの美味しいパンを焼き上げるという仕組みです。これらをパンの柔らかさと風味がよみがえる60度、
表面がきつね色に色づき始める160度、焦げ付きが始まる220度の3ステップを細やかな温度制御を行いながらバランスよく焼き上げます。水もわざわざ専用容器を用いるほどのこだわりっぷりで、これら絶妙な焼き加減を実現するためのものですが、ヒーター構造自体は上下に赤鋭管ヒーター1本ずつとなります。また最上位モデルにはサラマンダーモードというゲームでしか聞いたことがないようなモードが存在します。これは一時的に下のヒーターを消し、全出力を上ヒーターに集約させ、パンやピザ表面に仕上げの焼き目を好みに合わせてつけるモードです。オートモードはなく、モードのオンオフはユーザーに委ねられているので、お好みの焼き目になるまで食材の状態を確認しながら調理する必要があります。続いて日本 AIC。もともとはイギリスの石油ストーブ会社アラジン社の日本法人でした。そこから1985年アラジンのブランドを譲渡され、その後いろいろあって2005年に株式会社戦国に買収されました。ストーブで有名なアラジンでしたが、現在ではトースターをはじめとした調理家電メーカーとして知られるようになっています。特徴は特許技術でもある遠赤グラファイトです。ヒーター構成は上部に遠赤グラファイトヒーター1本、下部に赤鋭管ヒーター3本、わずか 0.2 秒で発熱する遠赤グラファイトが表面を高温で素早く焼き上げ、内部の水分を逃がす前に高火力で一気に焼き上げます。また調理メニューも1台12役と充実しており、自動で焼き上げ時間を計算するトーストメニューをはじめとして、冷凍トースト、リベイク、さらに付属品であるグリルパンを使えばオーブン、グリル、煮る、蒸す、低温調理までも楽しめます。消費電力も最大 1430W と家庭用コンセントギリギリ 1500W を攻めており、火力という点では他の追随を許しません。次に象印の特徴は高火力スイッチヒーティング。ヒーターは上部に遠赤外線ヒーター2本、下部に赤鋭管ヒーター2本という構成になります。独自の加熱フローでトーストの表面にサクッと層を作ります。その後さらに高温で焼き上げることで、中はふわっと柔らかく、表面をサクッとした食感にします。高火力スイッチヒーティングはパンではなく、対象は揚げ物の温め直しやピザなのですが、上下のヒーターを交互にスイッチさせて高火力で加熱します。料理の表面と裏面を焦がさないように緻密な温度調整で中までしっかり加熱します。これにより揚げ物であれば衣がサクッとした食感に、ピザであれば裏面までしっかり焼き上げるというものです。ただ火力は消費電力の数値が示す通り、今回比較する中では見劣りし、他社と比較するとトーストの焼き時間は長い傾向です。続いてツインバードの特徴はかまど構造と匠ブレインです。ヒーターは上部に遠赤ヒーター2本、下部に近赤ヒーター2本という豪華な構成になります。ツインバードは新潟県燕市に本社を置く調理家電や照明器具などの製造販売を主とする国産電機メーカー。1951年メッキ加工業として創業し、1984年から本格的に家電事業を始め、現在に至ります。世界最高峰のパン職人コンテストイバカップで日本人初の総合優勝を果たした現役パン職人と共同開発し、昨年最も話題性の高かったトースターでもあります。かまどからヒントを得たという構造は、幅が小さく奥行きのある形状で、他社と違い食パンを縦に2枚並べて焼きます。こうすることで扉が小さくなり、熱を逃がさず火力を安定させています。取り出し時は大きく前へせり立つ構造をしているので、奥のパンが特段取り出しづらいということはなさそうです。奥行きがある構造はありそうでなかった特徴で、
キッチンにスペースがなくトースターを置くことを諦めていたご家庭に朗報でしょうか。匠ブレインはまるで匠が見守ってくれているかのようなパンの美味しい焼き上がりを実現します。パン職人はパンの種類によって上火と下火を使い分けますが、これを上下の遠赤2種類のヒーターで再現。庫内温度も秒単位で制御します。専用焼き上げモードは4つあり、トースターであれば上火を強くして表面に焼き目をつけつつ、内部に水分を閉じ込める焼き方に。カレーパンであれば表面を加熱する上火を弱く、内部を加熱する下火を強く出力。表面を焦がさず揚げたての状態を再現します。なお、数年前には各社あったトーストの所要時間スペックは最近では記載されなくなりました。パンの厚さや焼き加減の好みは人それぞれだからかと思われます。ちなみに地方によっても好みがあるようで、関東では6枚切り、関西では5枚切りが好まれる傾向にあります。続いて庫内寸法です。括弧内は同時に焼ける食パンの枚数を記しています。上位モデルで比較すると、最も広い日本 AIC が4枚焼きに対応。残りのメーカーは2枚焼きモデルとなります。バルミューダの奥行き、ツインバードの幅が小さめで、この寸法ですと少し大きめのピザなどは難しいかもしれません。それからこの中ではパナソニックの高さが少し小さめです。厚さのあるものを焼く際は注意が必要かもしれません。各社下位モデルでは4枚焼きに対応していますが、極上の焼き加減となると庫内温度の均一化の観点などにより2枚焼きが最適解となるようです。なお、日本 AIC の4枚焼きモデルでも山形食パン4枚同時焼きは難しいので注意してください。次に温度調節。マニュアルで使う場合の設定となります。最も幅広く調節できるのは日本 AIC で、40度から320度までの高火力に対応しています。設定も5度刻み、10度刻みと細かに設定できます。ついで設定温度範囲は狭くなりますが、象印が同じく10度単位で設定ができ、パナソニック、ツインバードが20度単位、そしてバルミューダは30度単位で3段階と最も少なく見劣りします。続いて価格。シンプルに焼くだけの下位モデルを見れば各社数千円からありますが、ここでは各社の特徴が現れる上位モデルで比較していきます。お店や販売時期にもよりますが、日本 AIC とバルミューダの価格が高めで、次いでパナソニック、ツインバード、象印が最も安いです。なお、上位モデル以外の価格は概要欄に記載してありますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。総じてパンの仕上がりについては各社満足されている方が多かったです。一方、マニュアルでパンを焼く場合は火力が強い分焦げてしまったという意見もあったため、自分の好みは何分何秒焼けばいいかなど多少の試行錯誤は必要なようです。個人的には炊飯器にあるような銘柄炊きなる銘柄焼きや、表面や内側の焼き具合はどうだったか点数を入力し、焼き方にフィードバックさせるような機能があればより面白いかなと思いました。パナソニックは冷凍パンや厚切りパンの焼き上がりが好評でした。各社普通の食パンが美味しいのは当然としても、パナソニックは特に冷凍パンも美味しいという意見が多かったように感じました。それから幅広いオートメニューが好評でした。焼き芋も美味しく焼けるようです。一方、悪かった意見としては、操作はしやすいものの液晶の文字のドットが粗く見づらいという声がありました。次にバルミューダはデザインがいいという声がありました。カラーバリエーションも各モデル数色あり、好みに合わせて選べます。それから仕上げ焼きのサラマンダーモードが好評でした。マニュアル操作なので一手間かかりますが、好みの焼き具合に調整することができます。
悪かった意見としては、価格が高すぎる、焼くたびに水を入れるのが煩わしいという声がありました。パンに直接霧吹きすれば安いトースターで焼くのと同じというご意見もありますが、バルミューダは庫内全体にスチームを充満させたり、緻密な温度制御で均一に焼けるように設計されているので、それっぽくはなるかと思いますが、同じレベルの焼き上がりになることはないでしょう。その他には故障したという声が他社より多い印象でした。続いて日本 AIC もデザインがいいという声が多くありました。こちらはバルミューダと違って昭和レトロ調で好みは分かれるところですが、他にはない存在感を放っています。それから火力が強く、パンが早く焼けると好評でした。朝の時間がない時など特に喜ばれているように感じました。悪かった意見としては、火力が強い反面少し焦げやすいという声がありました。パンは同じ厚さでもバターの量で焦げやすさは変わってきますので、少し調整は必要となるかもしれません。また上面は高火力なグラファイトヒーターに対し、下面は赤鋭管ヒーターなので、パンによっては表面と裏面の焼き上がりに差があるという意見がありました。それからモデルによっては扉が水平になるまで開かないモデルもあり、パンが取り出しづらいという声がありました。なお、天面が丸みを帯びたドーム型なので上に物が置けないという意見もありましたが、トースターは高温になりますし、排熱も妨げられるので、直接物を置くのはやめた方がいいです。次に象印は揚げ物などの温め機能が好評でした。専用コースも用意されており充実しています。それから掃除がしやすく、他社はパンくずトレーと焼き網を外して洗うものがほとんどですが、象印は扉まで外れる構造なので、扉に挟まったパンくずなども掃除することができます。また他社と比較して価格が安めなのも嬉しいポイントです。悪かった意見としては、火力が少し弱く、他社と比較するとパンの焼く時間が長めなのが残念という声がありました。それからいろいろと細かく設定できることもあり、専用ダイヤルでの設定がやや複雑と感じる方もいらっしゃるようです。慣れるまで迷うこともあるかもしれません。続いてツインバードは4種あるパン専用コースが好評でした。他社は食パンを基準にしたコースが多いですが、ツインバードはパン職人監修を謳っていることもあり、クロワッサン、フランスパン、カレーパンとあります。中でもカレーパンは表面をカリカリにしつつ、ちゃんと中まで温まるようです。また焼き上がりがふわふわというよりザクザクめで、しっかり焼くスタイルがおおむね好評でした。ただし人によっては焼きすぎと感じる方もおられるようです。それから断熱構造上幅を抑えているので、大きめなチルドピザなどは切る必要があるのが面倒という声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。シャチパンチャンネル全体を通しても高得点のメーカーが多い中、今回はツインバード、日本 AIC、パナソニックが特に高かったです。一方、2015年に高級トースターを発売して業界の火付け役となったバルミューダのトースターでしたが、他社が高火力なヒーター、あるいは緻密な制御でパンの水分を飛ばさず焼き上げる方式を出してきてからは、徐々に押されてきているように感じます。参考にしてみてください。下固まったね。選び方としては、現役パン職人監修で多数あるパン専用モードに魅力を感じた方はツインバード、惣菜の温め専用モードでスーパーの揚げ物惣菜を駆逐したい方は象印、スチーム特有のふわふわパンに包まれたい方はバルミューダ、火力命、朝1秒も無駄にしたくない方は日本 AIC、食パンをよく冷凍して多彩な自動メニューに魅力を感じた方はパナソニックが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。そ
それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね